はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月後半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。この4月の末って本当に何かスタートするとか始めるっていうのがとってもぴったりな時なので、もし皆さんの中で占星術に興味があるとかタロット好きっていう方は、私の方でテキスト販売や動画講座もやっていますので、よかったら概要欄から詳細ご覧になってください。今4月末までほぼ全品 20% オフというセールをしていますので、この機会にぜひ始めてみるのはおすすめします。よろしくお願いします。では行きますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい、ワンドの8の逆、ソードエース、ワンドの7、ペンタクルスエースの逆、ペンタクルス8の逆、そしてペンタクルスページ、ジャッジメント逆。はい、気をつけることや対策がジャスティスの逆とタワーとオラクルワード、カップの8ですね。なるほど、そうか。ちょっと星の解説させていただきますが、この4月の後半は4月17日17日が新月になります。でこの新月本当にすごく重要なタイミングなので、ちょうどこの日のね夜20時半からYouTube ライブをやろうと思ってますので、もしタイミングが合う方いらっしゃったらぜひちらっと覗いてみてください。この星の流れと、あとなんかいろいろ皆さんとお話ししたいなと思っています。そしてさらにですね、4月20日から乙女座さんにとっては太陽がねお牛座に入ることによって自分の世界を広げてくれるよみたいな、可能性が広がるよみたいな流れになってくるわけです。でさらに4月24日からは金星という社交性とか愛情とかお金とか豊かさですね、お友達とかも、そういったものが双子座に入ることによって乙女座さんは自分の世界が豊かになる、社交性が広がるみたいなタイミングになるんです。シンプルに人脈が広がるとか、外の世界で楽しめるよとか、仕事でもいいご縁があるよとか、そういうこともあるんですけれども、それだけじゃなくて4月のそれだけじゃなくて4月すいません、仕事に対しての見方もちょっと変わるんじゃないかなって感じがします。そして4月26日から天王星というね惑星もまた双子座に入るので、乙女座さんにとっては面白い動きがありますね。予想外のラッキーハプニングみたいな感じかもしれません。想定外のことなんだけど、自分の世界がすごく彩られることがあると思います。でこれは4月26日からの動きもまたこれとっても重要なんですね。でこれ去年の7月7日から11月8日にもあったので、去年の夏ぐらいに仕事とか環境においてどんなことがありましたかっていうのが一つのヒントになるんですけど、同じことがあるとか嫌なことがもう一回来るとかそういうことではないんです。もうそのことを経験して違う形で何かを乗り越えていく、新しい世界が展開していくっていう動きが来るんですよね。でこれもまたとても大事な時なので、ちょっと26日に私Zoom のお話し会をしようかなと思っています。これ少し有料になってしまって申し訳ないんですけど、先生術勉強してなくても全然大丈夫です。資料をつけますので、ご自身の運勢を今乙女座さんというくくりで見ていますが、ご自身の運勢をどういう流れがあるのかっていうのを説明して、ここからね夏に向けて準備してくださいっていうような整えていく時間にしようかなと思ってます。こちらも概要欄に載せておきますので、ご興味ある方は見てみてください。でね、そういうここから流れ変わるよっていう時にこちらのカードなわけです。でカードで見た時にやっぱり入り口がワンドの8なので、本当に動きが早い、もうすでに動きが早いと思ってるかもしれませんね。乙女座さんの中で今起こってることっていうのがついていけるかなとか大丈夫かなみたいに思うような流れがあるのかもしれません。でも十分やっていけますよ。ここでやっぱソードのエースも出てますし、ご自身も十分ここまで自分では余裕がなかったって思うかもしれないけど、十分やってる感じがします。しっかりと余裕があろうとなかろうと、ギリギリだろうと何だろうと、やってることは変わりないんですね。なのでちゃんとできてますよっていうメッセージだと思いましたし、それに対してさらにもっときちんとしようと、もっと安心材料を増やそうと思って
ペンタクルスのエースやペンタクルスの8ということで、しっかりとお金を稼いでいこうとか、しっかりと貯金しようとか、しっかりと信頼を構築しようとか、しっかりと自分の経験値を上げようみたいな、ものすごくしっかりしたエネルギーで何かを積み上げていってるっていう感じがします。なのでこれはとてもプラスに働いてるんです。ただですね、この宇宙のさっき言ったなんて言ったっけ、予想外のラッキーハプニングみたいなのがあって、本当にピンチはチャンスっていう感じだと思うんですけど、ちょっと想定してることと違うことが起こってきそうな感じがします。で、4月のね24日以降、特に26日からっていうのは、これ宇宙の流れとして面白い流れが来てるんですね。これ悪いとかいうことは一切ないんです。いいとか悪いっていうのは全部自分たちの主観でそう見てるだけで、例えば雨が降ることがいいとか悪いとかは一切関係ないわけですよ。雨降っていい、よかったって思う農作物と育ててる方もいらっしゃれば、もうコンサートしたかったのに雨だったじゃんみたいな感じで思う人もいるじゃないですか。なのでそれぞれの主観から見ていい悪いだけであって、必要なことが起こるだけなんですけど、この4月の末から起こることも同じく必要があって、この時代の進化としては必要なことが起こっていて、比較的世の中には面白いこと、奇想天外なことなんですね。でそれを乙女座さんはちょっと最初はびっくりするっていうか、ご自身の中でこれだけしっかりとね信頼を構築しようとか努力していこうとか計画立ててやっていこうと思っていらっしゃるから、予想外の出来事が来るとちょっとびっくりするけども、結果的にはそっちの方が良かったよっていうことになるんですね。なので何をご自身が計画していらっしゃるのか、そしてもし違う話が来たらそうきましたかっていうことで面白く柔軟に対応していってくださいっていうのが、やはり最終的にジャッジメントの逆位置が出てたりとか、これはこう長くずっと願っていたことが叶うっていうカードなんですけど、それが逆位置なので違う形で叶うかもねっていうふうに言われてるんですね。叶わないっていうわけじゃないんですけど、想像してたのとちょっと違うかもねっていうことです。でさらにこの対策とか気をつけることで言われているのが、タワーっていうのも出ていて、タワーっていうのも雷に打たれたかのようなひらめきとか、そうだったのみたいなのとか、物事がその通りじゃないよって一旦ちょっと違う風にしますよってことでなしになったりとか、またここでも何を基準にしてたんだっけみたいな、自分にとっての正義や優先順位っていうのを考えさせられているので、何かちょっと想定外のことがあるんだろうなとは思うんです。でそのことによって本当の方に行くだけなんですっていうふうに言われてるんですね。それで私自分の夢がダメだったとかそういうことではなくて、自分が本当に望んでいたそのことに導かれていくって感じなんです。例えばの話ですけどね、ある人が俳優さんになりたくてオーディション受けましたみたいな。だけど全然そのオーディションはうまくいかなかったけど、別のところからお声がかかって、なんかモデルをしませんかみたいな感じで言われましたってなって、じゃあその人からしたら、いや私演技がしたくてモデルしたかったわけじゃないんだよなって言いながらそっちに行ったら、違うところで自分の能力が発揮されてすごくうまくいって、でこっちの方が自分らしかったなって分かるみたいな感じなんですね。なので最初の目標からするとなんか違うダメだったって思うけど、それがきっかけで次のなんか段階になり、違う形で自分の夢が叶えられていくみたいな始まりなんです。その始まりなんですね。だから目先のことや表面的なことだけで、4月の後半に起こることだけで答えを出さないでねって、まだ先があるからねっていうお知らせだなと思いました。はい、ちょっとこれを踏まえてお仕事のこと見てみましょうか。もう仕事は本当にもうねすごいエキサイティングな感じがするから、どういう世界観でどういう仕事をしていきたいのかなって感じがしますが、ペンタクスの2が出てますね。そしてソードのクイーン、そしてソードの4ということで、何かやっぱりね新しいものが出てきてますね、お仕事に関しても。でそれを取り入れるためには一旦こっち停止しなきゃいけないんですみたいなね。最初はなんとか2つのことを融合してやっていこうと思うし、両方ともって思うんだけど、なんかやっぱり2つ同時に進行していくというよりは1個ちょっと止めてこっちに集中しましょうみたいな感じになるのかもしれませんね。何かが起こってますよね。何が起こるのか、もしくは何が起こったのか、よかったら
書ける範囲でねコメントで教えていただけたら嬉しいです。いつも楽しみにコメントを拝見しています。ちょっと人間関係見てみましょうか。人間関係に関してはやっぱこの春ってねすごく人が動く時だし、5月とかもストレス感じやすい時なので、またラブメッセージとして人間関係に特化した動画を撮りますので少々お待ちください。いきますね。人間関係はソードの6、ワンドのキング。はい、ソードのキングということでしっかりされてますね、人間関係ね。なんだろう、人間関係に関してはもう絶対に律儀にちゃんと返事しますみたいなのとか、ちゃんと言われたことはやりますとか、約束守りますとか、ちゃんと行くって言ったからちゃんと行きますよみたいな感じで義務を果たそうとしてるって感じがします、対人に対して。それはそれでねとてもいいことだし、乙女座さんがもしかしたら誰かを助けようとしてるのかもしれませんね。その人が好きだからとか、その人がといると安心するからっていうよりも、なんか私がやってあげなくちゃいけないからやるみたいな感じかもしれません。とても、正義感があるというか責任感があるというかっていう感じなんですけど、そういう感じで今は人と関わってるんだなっていうのが出てますね。ただなんとなくですけど今のね乙女座さんもすごいあれなんですけど、カップがここにねオラクルに出てるだけであんまり出てないんですよね。でこれ何を意味するかっていうと、一番大事なオラクルとしてカップの8ってことは、これまで思っていたものとちょっと違う方向に行きますよっていうことなので、人間関係に関してももしかしたら私ったらなんかすごく義務とか役割とかそればっかり考えたけど、本当はただそばにいるだけでよかったなとか、そういう気づきが起こるかもしれませんよね。そんな感じかな。ちょっと最後にオラクルカード見てみますが、もしここまでのメッセージで何かヒントになりましたっていう方、よかったらいいねボタンやチャンネル登録していただけると嬉しいな。よろしくお願いします。はい、では4月後半の乙女座さんはこれかな。はい、どうですかこのカード。シャーマニックヒーラーということで、やっぱりなんかご自身のエネルギーをクリーンにしてる感じがしますけどね。何かと調和を持ってというか、何かに共鳴して、自分自身のエネルギーもクリアにしてる感じがしますけどね。だからなんだかやっぱり宇宙の流れとご自身が想定していたことと宇宙の流れというのはちょっと違うんだと思うんですけど、応援メッセージとしては違うままいかないで、ちゃんとここで合わせるように気づきを起こしてますよみたいなメッセージだなと思いました。はい、ということでありがとうございました。またよかったら17日や26日にお会いできると嬉しいです。今回も最後までご視聴ありがとうございます。失礼します。